英語でこんばんは。はるけです。今回はサンダーストラック選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、ハイスの選手、そして SBC だったり目標で来ている選手をティアリストにまとめました。で、こちらですね、現役の選手のみの、ティアリストになってます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがシメとサンダーストラックの選手たちのティアリストになってます。現役の選手だけですね。まずは D です。D はですね、ティアニーを入れました。ミニリリースかな。3時に来た選手になるんですけれども、基本的にはそこまでは強くは、ない選手になりますね。他の選手でいいかなっていう風なところで、特にラリーガの左サイドバックだったらまだまだメンディーの方が、強さっていうのは十分感じれるかなと思いますね。ティアニーもね、結構スピードもある程度あってドリブルも細かいそんな選手にはなるんで、攻撃参加をさせるサイドバックとしては、ある程度はできるんですけど、やっぱどうしても守備面、フィジカル面が気になったりとかはする選手にはなるので、ちょっと個人的にはここの D に今回入れました。で、そして続いては C ですね。C はですね、クロスターマンを入れました。クロスターマンに関しては個人的にはFIFA FC の中では強い方のね、選手というかコスパがいい選手になるんですけれども、この値段の価値というか、値段以上の強さっていうのは全然あります。ただ、どうしてもやっぱり冷静さが低かったりとかはしますし、積極性もね、ちょっと低いんで、なんでそこ足出してくれへんねやっていうのが、ありますね。なんでこちらも、ティアニーよりかは全然使えるというか強さを感じれる選手になるんで、ランクを一つ上げてはいるんですけれども、他の選手というか、でも全然代用はできるかなというふうに思います。で、そして続いては B ですね。B はですね、ブレーメル、そしてルカク、そしてジョエリントン、そしてクワドラード、そして目標で来ましたロフタスチーク、そしてカトト、そしてエムレジャント。この7名を入れました。まずはブレーメルですね。ブレーメルに関してもですね、値段はそれなりには、安いと、思いますね。で、プレイスタイルでブロックのプラスがついたことによってですね、よりなんていうんですか、危機的状況でシュートブロックしてくれたりとか、それやられたと思ってもブレメルが足を出してブロックしてくれるっていうシーンは、増えたのかなっていうふうに思います。ただ予測とかがね、あればより良かったなっていう風にも感じるんですけど、単純にスピードがあったり、フィジカルだったり、守備能力っていうのもね、それなりには高い選手にはなるので、ビルドアップ面はちょっと気をつけた方がいい。あんまりなんですけれども、それなりに全然やれる。スタメンに全然入ってきてもいいレベルにはあるので、個人的には B ということにしてます。で、そして、ルカクですね。ルカクはですね、本当に結構人によって、だと思います。人によっては A にも行くし、人によっては C にも行くしっていう感じなんで、本当にね、ざっくり言うと、ヘディングを使う方、空中戦だったりとか、クロスゲをされる方にとっては非常に素晴らしい選手です。ただ、地上戦をメインで戦ってるっていう方は、どうしても重さだったりとか、スキル3だったりとかっていうのは気にはなると思います。こちらもエアリアルのプラスがついたことによって、空中戦っていうのはほとんど勝てます。本当に強い。なんで、空中戦を使う方にとっては、かなりいいカードに、なりますし、ただ使わない方にとっては、やっぱり結構重たい電柱みたいなね、そういう選手には、なるんで、ちょっとなかなか評価は分かれる選手にはなるんですけれども、ちょっとそこ個人的には、今回はちょっと間を取って B ということにしてます。で、そして、続いてジョエリントンですね。ジョエリントン、能力はいいと思いますね。普通に攻守にわたって動ける選手ですし、値段も結構安めでコスパはいいと思います。やっぱり逆足とスキル33っていうのはちょっと響いてるのかなっていう風には、思うので、攻撃に活かせるのか、守備に活かせるのかっていうのはちょっと難しい選手には、なりますね。ただ結構ね、守備のそのフィジカルの部分もね、強いですし、一応プレイスタイルで容赦なしのプラスがついてはいるので、非常に素晴らしくですね、攻守にわたってずっと1試合動ける選手に、なるんで、個人的には十分使える選手ですね。ちょっとアップグレが楽しみだなっていうふうに個人的に思います。ジョエリントンはね、ちょっと注目を、してますね。
でそして続いてはクアドラードですね。クアドラード。クアドラードも十分、強い選手で、特にドリブルをする方にとっては、めちゃくちゃありな、選手ですね。本当に強くって、ウイングバックが一番最適だと思います。めちゃくちゃウイングバック起用が生きる選手で、ドリブルも軽くってスキルも5で、守備もある程度はできる選手になるんで、単純に速いし、結構ね、ウイングバックで使うと本当に厄介な選手になれるんで、ぜひクアドラード使う方はウイングバック起用が一番いいと思いますね。かなり扱いがしやすい選手になるので、ちょっとおすすめな選手になりますね。で、そして続いては目標できましたロフタスチークですね。ロフタスチーク。ロフタスチークね、目標で取れるレベルの選手ではないですし、この人も非常にアップグレが楽しみですね。アップグレ次第によっては、結構メタ級の選手にはなれるんじゃないかなと思います。スキル逆足も共に4で、でかくて強くてっていう、そんな選手にはなるんで、結構ヤヤトゥーレ、チープヤヤトゥーレだったりとか、チープフリットみたいな、そんな選手にはなれるんじゃないかと思います。パスは上手いですけど、ドリブルがちょっと重たいんで、ドリブルで運んでいくっていうのはちょっと難しい選手に、なりますね。ミリンコビッチ、サビッチがちょっと足速くなったかなみたいな、多分そんな感じですね。ドリブルは結構、重たいんですけど、ただここもアップグレによっては少しは改善はされるんで、全然個人的には A ランクとか、行ってもおかしくはない選手になりますね。後々。冷静さも素晴らしい86今の段階でありますし、フィジカルも強くってディフェンス能力はそこまで高くはないんですけど、結構足伸びて、取れる選手かなというふうにも思いますので、でかつシュートもね、全然打てるんで、結構この人も注目株かなというふうに思います。ちょっとね、目標取れる方は取っといた方がいいと思いますね。で、そして続いてカトトですね。カトト能力は90で高いんですけど、決定力が高いっていうだけですね、この人に関しては。スピードもある程度はあるんですけれども、やっぱり特徴としては決定力、シュートのうまさという風な部分がこの人は光ります。で、パスもある程度は出せます。普通にビルドアップに関わらせてもいい選手には、なりますし、使いようによってはめちゃくちゃ点は決めきってくれる選手にはなるんですけど、ただ、A に行くほどではないかなって個人的には思いますし、フィニッシャー型な選手になるんで、自分でドリブル突破とかそういう風な選手ではなく、周りと連携しながら最後はカトトが決定力高く決めるみたいな、そういう使い方になるかという風に思います。普通に強い選手で、大きく強化されたなという印象ですね。で、そしてエムレジャンですね。エムレジャン。エムレジャンに関してもですね、普通に強い、選手にはなりますし、能力金の時からプラス2かなをされました。この人も、普通に強いですね。タイプ的にはやっぱりロフタスチークだったりとか、ジョエリントンみたいな、フィジカルが強くって、どちらかというと守備にも回れるよっていう、そんな選手には、なりますね。エムレジャンの方がどっちかというとセンターバックもできるんで、本当にがっつりボランチみたいな、感じの選手になりますね。ビツェルとかが近いかな、シーズン目標の。なんで、結構この人も個人的には強いなと感じますし、逆足も読んでね、ビルドアップもできる選手になります。アップグレをされたらこの人もね、非常に面白いなと思いますし、ドリブルは重たいんで、重たさがもし気になる方は、センターバック起用でもいいんじゃないかなというふうに思いますね。ただ、プレイスタイルプラスがついてないんで、そこがちょっとどうかというふうなところですね。で、そして続いては A ですね。A はですね、SBC で来ましたフラッシュバックのサンマキシマン。そして、サンダーストラック、ベルナルド・シューバ。そして、SBC で来ましたデヨング。そして、ガブリエル・ジェズス。そして、ディアニと。この5名になってます。サンマキシマンに関しては値段めちゃくちゃ安い5万ぐらいで作れる選手にはなるんですけれども、非常にコスパはいいです。特にドリブルが好きな方だったりとか、サイドのアタッカーの選手としてスピード面だったりとか、ドリブルが軽いっていうそういう選手を求めている方は、めちゃくちゃサンマキシマンはありです。本当に作った方がいいというふうには思います。もちろんトリックさのプラスっていうのは、なかなかね、使う方は限られてはいると思うんですけど、
別にトリックスター使わなくともですね、スキル5はありますし、テクニカルもついていたり、クイックステップもついていたりするんで、本当に速さっていう風なところと細かさっていうのがある選手になるので、かなりおすすめな、そういう選手になりますね。で、そして続いてベルナルド・シバですね。ベルナルド・シバ。ベルシルに関してもですね、もちろん強さっていうのはあって、特にやっぱテクニカルのプラスっていうのを備えてます。かつ、このドリブル能力なんで、本当に取ることっていうのが難しい選手になります。で、決定力そこまでないんですけど、ただこの人はやっぱり冷静さの高さっていうのが非常に素晴らしい選手になります。値段はおそらくそれなりにはね、高いんじゃないかなっていうには思うんですけど、もちろんマンチェスターシティというアップグレが多分おそらく可能性としては高い。そういうことも見越しての値段だと思うんですけど、単純なベルシル自体のね、強さっていうのもそこに加味をされてると思います。逆足さんはシュートの時だけ、気にすればいいと思います。パス面では、別に逆足さん右足で出しても、そこまで、ズレはないので、この人も非常に素晴らしい選手ですね。で、そして SBC で来ましたデヨングですね。デヨング。デヨングに関してもですね、非常に SBC 選手としては、もったいないというか、排出の選手級の強さっていうのがありますし、SBC30 万ぐらいでこちら作れるんですけど、これもまた作った方がいい。個人的にはおすすめな選手に、なりますね。アップグレードされてほしいですけれども、このままでも十分強さっていうのがあって、やっぱり取った後にね、事故らないっていう力を持ってますし、自分がね、使ってちょっと、思ったのは、取った後に、もちろん軽さがありながら、相手の選手はプレスをしてくるんで、その中で、ボールと相手の間にちゃんと自分の体を入れて、ボールをブロックするような挙動っていうのが勝手に出ます。多分プレイスタイルのシールのところじゃないかなって、自分は思うんですけど、それがね、個人的には結構良かったですね。で、もちろんトリベラのプラスっていうのもついて、ますし、シュートの面ではそこまで入りはしないんですけど、状況によってはアウトサイドでのパスっていうのも出してくれる、そういう選手にはなりますので、個人的にはこの人も攻守、万能とまではいかないですけど、守備もしながら、ちょっと攻撃にもアクセント付け加えれる、そういう選手にはなるので、かなりこの人おすすめですね。で、そして、続いてはジェズスですね。ジェズス、ガブリエル・ジェズス。ジェズス、逆足は、3のままというか、変わっては、なくですね、残念なところではあるんですけれども、能力はしっかり高く、なってます。OVR 多分プラス3ぐらいかな、されたと思うんですけど、やっぱりそこのアップグレと、かつ、この人も非常にアップグレが楽しみな選手に、なりますね。面白い選手で、この人もドリブルだったりとかスピード面っていうのはしっかり満足感が得られるのを持ってながら、シュートもね、ある程度決めきれる力っていうのは持ってます。もちろんそこ外しちゃうんやっていうのはありますね。それ入らないかっていうのはあります。やっぱ冷静さの高さなのかなっていうのは思ったりはするんですけど、ただ、しっかりと強化を、されて、プレイスタイルのところでは、ファーストタッチの質かな、そこがプラスに、なってはいるんですけど、結構そういう風なところでミスをしないっていう力も、ありますね。個人的にやっぱり逆足の部分だったりとか、冷静さの部分だったりとか、あとはプレイスタイルでもうちょっとシュート系だったりとかがついていたら良かったかなっていうふうに思うんですけど、ただ十分強い選手になりますね。扱いがしやすい攻撃の選手です。で、そして続いてディアニですね。ディアニ女子選手。この人もですね、かなり強化を、されましたし、100万ぐらいはしますよね。かなり高い女子選手に、なっていて、バチャを作った方にとっては、この人喉から手が出るほど欲しい選手なんじゃないかと思います。ケミがめちゃくちゃ合わせやすいんで。で、44あって、決定力も高くですね、パスもうまくって、ドリブルめっちゃ軽くって、スピードも速いという、金の時にもね、話はしていた通りの能力が全て全体的に上がったという感じなんで、それは当たり前に強いなと、いうふうに思いますね。で、かつ、やっぱ女子選手っていうことで、女子チーム、このリオンっていうのは、めちゃくちゃ強いチームになるんで、全然プラス2上がりとか、最後のアップグレまで行く可能性はあると思いますね。だからこそ、値段だとも思うんですけど、結構ね、リオンっていうチーム、女子選手の中では期待が持てるチームには
なりますし、もともとこの90のままでもめちゃくちゃ強いんですけど、ちょっとアップグレにも期待できる、そんな選手になります。で、そして、続いては S ですね。S はですね、ネイマール、そしてバラン、そしてビニシウス、そしてアルフォンソ・デイビスと、この4名になってます。ネイマールに関しては、言わずもがな、今でもね、金で無双できる試合もあるぐらい、本当に強い選手ですね。5-5ありながら、スピードもある程度あって、シュートもね、しっかり決めきれる。能力は低いんですよ。やっぱ決定力とか、シュート力とか、めちゃくちゃ高いわけではないと思うんですけど、やっぱこの人も冷静さの影響からか、しっかりと決めきれる決定力を持ってます。本当にさすがネイマと思える力っていうのを発揮してくれますし、パスもね、めっちゃうまいんで、本当に自分で行ってもよし、味方を使ってもよしという、そういう選手になります。で、かつラピッドのプラスになってるんですよね。プレイスタイルが。ここもね、やばい。なんで、もう明らかに最強クラスの選手でトップオブトップの、メタ選手にはなりますね。で、そして続いてバランですね。バラン。バランもですね、非常に能力が上がって、プラス3上がりかな、されました。予測のプラスを備えたままに能力が高くなったという選手ですね。もちろんドリブルに関しては、そこまでなんかめちゃくちゃ運べる力があるっていうセンターバックではないです。ただ、守備面が本当に素晴らしいですし、ビルドアップを無理しなければ全然つなげる選手になります。リアクションもレサも高くって、フィジカルも強い選手。で、かつ空中戦も結構強いんで、この人はね、本当に、マジで大工超えんちゃうかっていうぐらいに思ってはいますね。スピードも速いし、でかいし、速いしっていう、そういう選手になります。あとはアップグレードですね。プラス1上がりは全然されると思うんですけど、プラス2の最後のアップグレードまでいけるかどうかというところが楽しみですね。で、そして続いてはアルフォンソ・デイビスですね。アルフォンソ・デイビス。デイビスに関してもですね、非常に強い選手に、なってます。やっぱりこの人は能力以上の強さっていうのを感じますし、皆さん値段を見てもらえればわかると思うんですけど、デイビス左サイドバックで、85なのに多分結構値段は高いと思います。それはやっぱりもちろんバイエルンってことでアップグレを見越した値段かもしれないですけど、やっぱりこの人の能力がそこまで高くないけど、めっちゃ強いっていう、そういう風なね、力がある選手なんで、やっぱそれだけの値段っていうのはあると思います。で、ケミが難しいですけど、ケミを合わせてでも使いたい、そういう左サイドバックになりますし、攻撃的なサイドバックとしてめちゃくちゃ強いです。本当にサイドバック上げる方にとっては、デイビス1人いるだけでめちゃくちゃ楽になるシーンっていうのが多くなりますね。普通にクロス上げてもいいし、普通にね、縦突破というかスピードがめっちゃ速いんで、ダッシュをしてるだけで抜けるという、それがサイドバックでできるんで、めちゃくちゃ攻撃性能っていうのは高い、選手になりますね。で、かつ守備面も全然できるんで、明らかに強い選手として評価をされましたね。で、そして最後にビニシウス・ジュニオールですね。ビニに関しても今作金の時から非常に値段が高く強い選手で、クイックステップのプラスを、このカード備えて、ます。で、決定力も91になりましたね。マジで強いね。もうちゃんと決めきれる。ちゃんと決めきれる力っていうのを持ちながらも、ドリブルの軽さ、そしてスピードの爆発的な速さっていうのがあるんで、この人も、なんでしょうね、前線の選手としてダッシュを押してるだけで抜ける、そういう力を持ってますし、あとやっぱね、フィジカルとかはないんだけれども、なんか、ぬる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 いけますよね。くね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 いける。相手のセンターバック、ごついセンターバック、フィジカル強いセンターバックにガツンと当たられても、なんでか入れ替われるみたいな、そういう力も、持ってるので、冷静さ80と低いですけれども、冷静さが気にならないくらい、それぐらい他の能力っていうのが素晴らしくって強さっていうのがある選手ですね。もちろんスキル5なんで、スキルを使う方にとっても非常に素晴らしすぎる、そんなカードになりますね。ネイマーと張り合える、ぐらいの力っていうのは持ってる、選手ですね。という感じでこちらが新イベントサンダーストラックのティアリストになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。